こんにちは、アンナスです。今日は、チェーンステッチの裏の後始末を説明しようと思います。チェーンステッチに限らず、裏の処理の仕方っていうのはいろいろ決まり事はあるんですけど、なんでそれをしてはいけないのかとか、そういうちょっとした話をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。以前チェーンステッチの刺し方の基本的な説明をしたと思うんですけど、こういうものでチェーンステッチで面を埋める図案っていうのは、外側の輪郭を全部作ってしまってからぐるぐる中を埋めていきますっていう話だったんですね。で、だいたいいろんな形のものって丸でも複雑な形でもとりあえず外側を作って中ぐるぐる埋めていくっていう話なんですが、四角だけイレギュラーで右に行って左に行って右に行ってみたいにして、結構そういう風にして埋めることが私は多いんですが、これも外枠を作ってぐるぐるやっていくっていうのもありです。もうそれはどちらでもいいんですけど、例えばこういうしましまとかが出てきたら、やっぱり枠を取らずに上行って下行って色変えてまた上行って下行ってってやった方が幅が揃いやすいので、そういう感じでやることが多いんですね。で、ちょっと質問が出ていて、裏の糸をどうするのかっていう話ですね。だから左からこれは右から始まってますね。右から始めて左に行って、でこれは違いますけど、また改めて右に行って左に行く。もう右から左って決めて、全部右から左にやるぞって決めてやりたい方は、裏はどうすればいいんですかっていう話ですね。これは多分白で刺してるからちゃんとやってますね。右から左って守ってますね、これはね。で、ちょっとこれも裏が見せられないので閉じちゃったんで、裏どうなってるかっていうと、チェーンステッチやるとこういう点々点みたいになるんですよね、裏がね。で、これ行ったり来たりですけど、行って1回ずつ玉留めして終わりで、また糸切ってまた同じ方向から始めるっていうのが基本的なんですけど、めんどくさいじゃないですか。なのでここからこう行ってこっちに終わりってなったら、この裏の糸を今ちょっと違う糸でやってるんで玉留めが入ってますけど、裏の糸こうやって絡めて、適当でいいです。適当で中通して、で元の位置に戻って、でまた刺し始めるみたいな感じで、こういう感じですね。だからこれが一気に糸がこの渡り糸っていうんですか、ビヨンって糸が渡ってると、こういうトートバッグとかだともう裏地なしで使いたいので、結構引っかかりが気になったりするんですよ。あんまりこのステッチが長いと。なので裏にこうやってちゃんと絡めて移動するとか、1回ずつ切るとか、切って玉留めしてっていうのを何回もやるっていう風にしないとダメですね。あとその裏に絡めるっていうのはもう全てにおいてそうなんですけど、サテンステッチとかロング&ショートとかいろんなもう何でもそう、こういう文字とかの刺繍の時とかも端まで行ったけどちょっとこっちの E に戻りたいって言った時にビヨンって戻るんですけど、裏の渡り糸が長くなるとなぜいけないのかっていうと、裏の渡り糸長くなってしまうとですね、例えばこれぐらいあんましないと思いますけど、これぐらい長くなってこっち側の刺繍に移動した場合、ここすごい長さが余りますよね。でこの状態で、次に行くと、次のステッチは綺麗にできているんですけど、ここが邪魔して引っ張ったりとか緩まったりとかして、
次のステッチの1針目がものすごく緩んできたりとかちょっとなんて説明していいのか分かんないんですけど、こういってここから始めると、ちゃんと刺している時はね、布の長さと糸の長さぴったりにして多分始めるとは思うんですけど、使ってるうちにだんだんここ引っ張ったりとかして緩まったりとかするから、そうするとここが緩まると表の糸がギューって引っ張られますよね。そしたらこうステッチに響きますよね。せっかく綺麗に刺繍しているのに、なんか最初の一目だけものすごいこう突っ張った状態の一目になったりとか、あとこう表がこうね緩んできたりとかね、こっちがこうピンと引っ張られてみたいな感じが起こってくるので、裏の糸はなるべく短く、サテンステッチがだいたい1センチぐらい、1センチ以上はもうロング&ショートにしましょうみたいな設定にしてるんで、あんまりだからこれもちょっと長いですけどこれもちょっと裏に絡めた方が良かったかもしれないですけど、できるだけ1センチ以内に収まるようにこの渡り糸っていうのはした方がいいかなと思います。なので、質問としてはチェーンステッチのこの行ったり来たりしないで一方方向から始める場合はどうすればいいんですかっていう質問でしたけど、もう全般言えることですね。刺繍全般言えることで、もう裏に全部絡めるか1回ずつ切るっていうのはもう鉄則ですね。なのでそこを押さえてやるとだいぶ仕上がりが綺麗になると思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。